音信不通で消えた元彼がいました。彼の家に泊まったら朝方酔っ払った元カノが家まで来て、これは笑っちゃって本当に申し訳ないんですけど。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、いーちゃんとあやと一緒にコラボ動画を前に撮って、でその時に恋愛の話とかをしたんだけど、みんなも結構コメント欄でいろいろ会話してるみたいな感じでコメントくれて、それを見ててみんなからの恋愛エピソードもちょっと面白いのとかあったら募集して紹介したいなと思って、インスタで募集をかけて、みんなが送ってくれた恋愛エピソードを紹介しながらちょっとおしゃべりする動画を撮りたいなと思って、で先に今日のリップを紹介します。ちょっと落ちてきちゃってるんだけど、今日のリップはアワーグラスのベルベットストーリーっていうリップのタッチという色です。アワーグラスは今セフォラがもう発送してないので、私はビューティーリッシュで購入しています。はい、どうしようかな、何からいこうかな。結構ね、なんかみんなね、なんか音信不通系多かったんだよね。お互いそこそこ大人で1年半付き合って音信不通で消えた元彼がいましたとか、音信不通ってさ、この年20代過ぎてからってなかなかないと思うんだけど、意外といるんだよね、そういう人が。別れる話とかがめんどくさいのかもね。でもちゃんとさ、人として向き合ってんだから、音信不通は普通に友達でも結構なくないって思うんだけど、どうなの？あとね、あざとい系の元カノを否定したら振られましたって。元カノを否定するのは良くないよね。なんか彼をさ否定するのと同じことというか、だから私元カノ嫌いだけど、嫌いっていうかその北欧の女とか本当にその子が嫌いとかっていうより、その2人の関係が嫌いなんだよね。わかる？そうだから元カノに別に非はないんだけど、それを否定して振られるって結構辛いね。あと元カノ系もやっぱり多い。私が元カノ系の話をしたからなのかもしれないけど、元カノの写真が残ってたこと、私は別れたら物も写真なども消すのでショックでした。元カノのもの写真ね。でも私も消したよ。私もちゃんとでもマイルズに言ったけど、消していいって聞いていいよみたいな感じだったから、元カノとの写真とか勝手に全部パソコンの中から消して、携帯には入ってなかったからパソコンには多分同期してるやつで入ってて消して、あと元カノと行った旅行の風景とかも全部消した。そのくらいマジで消えてほしい本当に。はい。でみんなはどうなんだろう、気にする元カノ。私はもうさすがに気にはしないけど、やっぱ最初の方とかは結構気にしてたな。私ほぼ初めての彼氏じゃん、マイルズが。だから自分がその元カノとか元彼っていう対象がいないから、なんか他のことだとこう自分に置き換えて考えた時に、自分に置き換えたら全然大丈夫じゃんとか思えるんだけど、それが自分ができないって、自分にいない存在だから。でしかも初めてのお付き合いでさ、こういう風に例えばマイルズと人間関係だったり、恋愛もそうだしを育んでいって、私すごい不思議なのが、これ私初めてだからさ、だけど世の中のカップルってみんなこれをしてて別れてるのかなみたいな。それを考えたらすごい怖くなってる時期とかあって、こんなに愛しててこんなに愛し合ってても別れるの世の中ってみたいな風になってて、言ったらうちも結婚してないからさ、何があるか分かんないけど、何もないと思うけど、だからきっとこの関係を元カノともしてたんだよねとか余計なこと思っちゃってました。はい、すごいいっぱい来てるんだけどね。これ付き合って2年大した喧嘩もしてこなかったのに、そろそろ同棲したいと思って切り出したら喧嘩しそうだから同棲したくないと言われました。辛いです。喧嘩することがさ悪いことでもなくない？で同棲したくないって普通に言われるのはマジで傷つくし、本当に最悪、悲しすぎるけど、喧嘩しちゃダメなの？だってそりゃさ、彼氏彼女じゃなくたって人間2人で住むってなったら合わない部分だって絶対あるし、それをお互いがどの部分で妥協して歩み寄るかでやってると思うから、世の中の同棲してるカップルだったり夫婦だったりは。だからそこはさ、喧嘩はもうしょうがなくないって思いますけど。8年彼氏いなかったけどようやくできた彼と結婚します。ラッキー。やばい、おめでとう。てかそれをラッキーびっくりマークみたいな、いいねテンションが。8年いなかったの私と同じようなもんだな。私は5年ぐらいだけど、その前は19年だからすごいね。ブランク空いてるといい人に出会える、そういう問題でもないんだけど、例えば8年彼氏がいないのに付き合うことになる相手って、それだけ自分がいいと思ったとか何かきっかけがあったと思うから、素晴らしい。おめでとうございます。これも可愛い。渋谷ツタヤの前で待ち合わせ、大好きと言って不意打ちキスした彼と今年で結婚15周年15周年おめでとうございます。すごい。てか可愛すぎる。自分からキスしたってこと？大好きって言って。
ニヤニヤしちゃうよね。本当にそういうのしたことないな。でもそういうことができてる女子だったら多分もっと恋愛経験があったし、そうなったらマイルズと出会えてないかもしれないから全部良かったんだけどっていう感じかな。いいね、そういうのできる人、いっぱいあるんだけど、どのくらい拾っていこう。別れる時彼に君に対してもうパッションがないんだって言われてなんか受けたそうこの受けたって言えてることがいいよね。自分に自信がなさすぎて少し太ってしまった時にこの人の隣は釣り合わないからって別れてしまった後悔。なんでっていうか、まず第一に太ってしかも少し太ったことは別に悪いことじゃないし、痩せてるからいいわけじゃない。もちろん痩せた方が顔面可愛くなったりとかいろいろあるけど、別に痩せてることが 100% いいって私は思ってないし、まあ痩せたいんだけどねだけどでもそれで自分から振ったってことだよね。後悔してるって言ったらダメ？私だったら言っちゃうな。なんて謙虚なんだろう。すごい。私と真反対すぎるかも、考え方が。でも言えるんだったら後悔してるって伝えた方が、それでダメだったらダメだし、当たって砕けろじゃないけど伝えた方がいいなって思います。6年も付き合った彼氏に結婚できないって言われて別れました。最低。待って、その6年間の間に結婚の話とかってさしないの？してって匂わされてたの？だとしたら詐欺だでもあるよね。だって私の周りも結構10年ぐらい付き合ってて別れた子とかもいるし、だからこそ私も別に安心してないというか、マイルズに対して。もうすぐ8年だけどけどさ、普通にさってことは私は2年前のマイルズに振られるみたいな、結婚できないって言われて考えられない。もうね本当に最悪だけど時間返せって絶対思っちゃうし、それ辛いね。今はもう振り切ってったりね、新しい人ができてるといいですけど、それ最悪だわ。私のやばい3大元彼は薬、万引き、超ドケチでした。薬 NG じゃん。友達とかでもやってる人とかいたら普通に縁切っちゃうぐらい私無理だから。万引きはこれは笑っちゃって本当に申し訳ないんですけど、なんでなの？万引きってさ、多分さもうさ物が欲しいからとかじゃなくて、多分スリルなんだよねきっとな気がする。超ドケチ。でもこのエピソードくれてる方は恋愛経験が豊富そう。やばい3大元彼の 3つ全部やばいじゃんそれのさ3大元彼ってことはもっといっぱいさ、だからいい人で今一緒にいるといいですけど、どうなんでしょう。曖昧な関係で好きと言っても会ったりしてるけど好きとは言われない。何なんだろう。好きって言ってくれないの超嫌だな。こっちは言ってんだもんね好きって。けどこの方がどこを望むかだよね。その先、彼氏とか彼女になったりの先を望むんだったらもうはっきりした方がいいし、別にその曖昧な関係が楽しいんだったら別に新しい人ができるまで続ければいいと思うし、だから結局恋愛とかもさ、なんかお互いが何を求めてるかが合致しないといけないよね。旦那は実家から徒歩1分、6個離れてるので接点なかったのですが、地元トークやご近所トークですぐ距離が縮まりゴールイン。ちなみに半年で付き合って半年で結婚して、その10ヶ月後にベイビー爆誕すごい、おめでとうございます。すごいね。だから本当にさ、どこに誰がいるか、運命の人がいるかなんて本当に分かんないし、もう出会ってるかもしれないしさ、本当に不思議だよね世の中って。最近できた彼氏は記念日にお花をくれたり、人生で一番愛されてる恋愛をすることができてます。結婚しましょう。もうそういう愛されてるって感じることが私は一番だと思う。いいね。32歳でお付き合いしたことありません。どうやって好きな人にアプローチしたらいいかも分かりません。ということなんですけど、もう私も初めての彼氏はほぼ20歳ぐらい、19、20歳ぐらいの時にできて、すぐ2ヶ月で振られて、実質彼氏とかほぼいたことない感じで25になってすぐマイルズと付き合ったんだけど、32歳だとまた状況違ってくるよね。だってもうさ、練習する間もなく子供とか欲しいとか結婚したいっていう願望があるんだったら、そこを考えなきゃいけないし、ただなんか付き合ったことないこと自体は何も恥じることもないし、自信をなくすようなこと、もちろんね、なんか恋愛に対して自信なくなっちゃう気持ちもすごくわかるけど、自信をなくすようなことでもないと思ってて、私はね、自分もそっちサイドだったから。だけど、アプローチな、私に聞いちゃいけないんだよな。私もアプローチとかできないんだけど、もうできるのかな、わかんない私はアプローチできないから告っちゃった。前好きだった人とかはこう好きですよ、私好きだよみたいなアピールができないのね。マジでできなくて、逆に目とか合わせられないし、中学生みたいな、小学生みたいな感じになっちゃうので、もうでも伝えたかったから、すごい好きだったから、だから伝えたの、好きって。したらすっごいびっくりした。やっぱ
全く気づかなかったみたいな言われて、私的にはよしみたいな、気づかれてなかったみたいな、それがいいことじゃないんだけどぐらい私アプローチが苦手なので、わかんない、それはね、ごめんなさい、私じゃないかも。あやとかにちょっと今度聞いてみるね。聞いてみましょう。でも本当にその32歳でお付き合いしたことがないっていうことは全然恥じることでもないし、後ろめたく感じることでもないし、逆に自分の強みだと思った方がいいかもしれない。喧嘩になると相手の口調や言葉尻がきつくてそれが辛いです。皆さんのご意見聞きたいです。だってみんな口調か、やだな。私もでも私だなそれ私結構口調強く、そんな汚い言葉とかはマイルズに書けないけど、本当にムカついてるとすごいことになっちゃう。悪魔マジで。だから逆にマイルズは全然それがないの。私に強く言ったりとか一度も、てか強く言ってるとことか一度も見たことないし、マックス怒ってため息ぐらい。ちょっと最近は口も出るようになったけど、それまではが一番怒ってるぐらいの人だったから、やだね。口調結構気になるな。なんか言ってる内容もう感情的になるとしょうがないんだけど、みんなそういう人いるのかな。ぜひこのみんな今日のこのエピソードとかで分かるとか、こうしたらどうですかとかコメント欄でね、ぜひみんなでディベートしていただけたらと思うんですけれども、なんかいい話系もすごい来るの。高1の時告られて振って、高2でまた告られて付き合ったのが今の旦那です。そんな夫婦も今年31歳。そしてお互い初体験でそのまま守り抜いて子供が生まれました。すごくない？ってことはさ、高2から付き合ってて今年31歳でお子さんもいらっしゃってってことだよね。最高じゃん。何その漫画みたいな話。いいな、そういうの超素敵。あんまりないよね。やっぱ高校生ぐらいから付き合ってたりとかするとすごい長く付き合って別れちゃうパターンとか何個も見てる。私付き合ってすぐの頃、彼の家に泊まったら朝方酔っ払った元カノが家まで来て出会ってしまいました。最悪。付き合ってすぐだもんね。向こうも彼女いることとか知らなかったのかな。ちゃんとそういうのこと聞いてくれてるといいね。私すごい探偵しちゃってたんだよ。付き合ってたと。もうあやといーちゃんの第1弾のビデオで言ったけど、すごい探偵ごっこしてたの。だからすごい向こうは私のこと知らないだろうけど、だって元彼の今カノでしょ。で私8年付き合ってるから8年以上前の人じゃん。その時はまだ 1,2 年とかだったかもしれないけど、付き合って元彼の今カノって気になるのかなみんな。私は分かんないんだけど彼氏の元カノは気になるよね。だから多分向こうからしたら私のことなんて何も知らないけど、私はめっちゃその子のこと知ってる何はい、じゃあちょっと長くなってきちゃうので、そろそろあと何個かピックアップして。これ大丈夫？なんかたださ、私の感想を述べてるだけだよね。これ企画ミスったかな。でもなんかみんなのエピソード、みんなのキャッチアップできるかなと思って。ドン引き編。これドン引きじゃないと思うけど、ヒップホップ好きな男性に人前でフリースタイルで告白されたことです。韻も踏んでたこれさ、いやいい、だってフリースタイルだけどちゃんと考えてきたのかな、それともガチフリースタイルだったのかな。で人前がちょっとやだね。確かに、人前じゃなく家で2人でやられても結構チーンって感じだけど、ドン引きっていうか結構ウケる話だしね。しかもラッパーの彼とかじゃなくてヒップホップが好きな男性なんだもんね。すごいわ。すごい度胸がある男性だと思います。人前でフリースタイルは。結婚するしないまで行った中の元カノがいるバーベキューに彼氏が行くかないで喧嘩。これは行くなって私はすごい擁護します。行かないでほしいよ。だって本当にだから嫌なんだよね。だからその結婚するしないまで話すような中でさ、もうこう思ってても別れるわけでしょ。そんなのさ、向こうの女の子は何とも思ってないかもしれないし、もしかしたら彼も何とも思ってないかもしれないけど、私は嫌だからって話だから、今は私と付き合ってんだから私と嫌なことすんなって思うすごい感情的になっちゃったけどそうじゃないですか。わがまま私ってでこれさ、マジでこのさインスタのさ質問ボックスのさ、ここで1個で伝えてくれてるんだけど、すごいのやった。顔重視だとクソが多く、改めズンのいい鬼と交際矢印、本名年齢詐欺モラハラの過去一ヤバなサイコパスをダタできてて、まずズンのいいおさんに謝ってくださいズンのいいおさんに似てる方と交際して、本名年齢詐欺がまずハテナじゃん、彼女に対して。でモラハラでしょ。だから顔重視だと多分女の子からも来られる分母が増えるじゃん。男から行かなかったとしても女から来られる可能性も増えるわけで、その
接点を持つ分母が増えるわけと思うわけよ。だからこう選べちゃったりするから、女たらしの子だったり女の子に甘えて今まで生きてきてるイケメンは多いのかなって思うけど、そんなことあんだね。別に顔がどうとかじゃなくてさ、普通にさ、本名年齢詐欺もやばいし、あと最近モラハラって言葉すごいカップルで聞くかも。マジモラハラみたいな、私の彼氏ってマジモラハラみたいな、結構周りが言ってるのとかすごい聞くけど、私モラハラって何なのかあんまりよく分かってなくて、私がモラハラかもモラハラって何？ちょっとあんまり分かってないけど。はい、最後これにします。留守中に元彼が荷物取りに来た時、ゴミ箱からワックスで抜いた毛を見つけて、新しい男できたってでワックス、自分でワックスやったってこと？マジウケる。なんかその彼とさ、なんかギャグとか言えるいい関係だったら笑えるけどさ、そうじゃなかったらちょっと恥ずかしいよね。はい、じゃあそんな感じ？これ大丈夫かな？ちゃんとなんか企画として成り立ってんのかなって感じなんですけれども、今日はみんなからの恋愛エピソードを紹介しながらちょっとおしゃべりみたいな感じで撮ってみました。というわけでエピソードを送ってくれた皆さんありがとうございます。紹介しきれなかったものもたくさんあったんですけど、またなんかこういうの、Q&A そろそろやった方がいいか。どうなんだろう。みんな質問したいこととか相談したいことあるかな。あれば Q&A もやりたいと思うので、ぜひ皆さんこの今回のねエピソードについて、私もそういうことあったみたいなのあればコメントを残していっていただけたらと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしております。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。